なんだかんだそんなに投げさせてくれないんで、結局いっぱい持ってても結び替える時間なくライズって終わっちゃいますから、やっぱり一番信頼を受けるフライをまず真っ先に盗んで投げると。そうっすね、最初の10年ぐらいはぐちゃぐちゃもう色変えたりなんだり用意してましたけど、まあ出るフライだけ残ったって感じですかね。種類的には3種類とか、ユスリカとスペントとカディスみたいな。解禁の頃の鬼怒川で重要なフライっていうと、だいたいカディス、小型シマトビケラみたいなやつですね。と、あとはガガンボ、コカゲロウみたいな感じなんで、とりあえず、カディス、小さめのカディス用のカディスピューパー、フローティングカディスピューパーを巻いていきたいと思います。17番の 212TR ですね。ブラウンの10のスレッドで下巻きしていきます。ちょっとカーブのお尻の方が丸いですね。巻き進めたら、ゴールドワイヤー、リブですね。最初に巻き留めます。次にボディとなるシールズファーです。小型シマトビは濃いグリーンのお腹特徴的なんで、ちょっと濃いめのグリーンですね。でダビングします。シールズファーはタッピングしにくいので、ちょっとずつ寄り付けた方がいいと思います。こんな感じでボディですね。次にリブを逆回転で補強しながら、3回転、4回転ぐらいですかね。で、ワイヤーは金属劣化を使って切って、次にソラックス部分、ちょっとペアーズマスクダブのブラウンですね。で、レッグですね。パートリッジのブラウンバックフェザーです。1枚。こんな感じで V 字に取る感じですね。で、反対側にしてこう挟むように巻き留めて2回ぐらいで長さ調節します。ボディからちょっと出るくらいですね。これぐらいですね。これでソラックスの続きをレッグにちょっと乗っかるような感じですね。
これで最後にウイングをつければ完成です。ウイングはCDC、広がらない形ですね。こうしぼむ形で背中合わせ、裏合わせっていうんですか、裏合わせにしてまとめます。2枚分です。先端が揃うようにして軽く留めたら長さを調節します。このレッグと同じくらいの長さか、それより若干短いかくらいの感じですね。実際小型シマトリケラってもうちょっとダークなんですけど、やっぱり見にくいとやっぱりドライフライとして成立しないので、カーキぐらいがちょうど折衷案的にはちょうどいいところだと思います。これでアイのところの下裏側に巻き留めてから挟み込みを認めると抜けてこないですね。これでウィットフィニッシュ。ヘッドは瞬着で両サイドからですね。これで完成です。春のハッチマッチって水面に絡んでないと釣れないことが多いですよね。だから半分は沈むっていうか、自分が見たいところ以外は沈むようなパターンを使うことが多いです。で、叩き上がりのシーズンになるとやっぱりパラシュート系が圧倒的に多くなります。パラシュートに関しては決まっちゃうじゃないですか。結局ハックルが浮き方を全部決めるんで、ただハッチマッチ系のフライっていうのはつばで濡らしたり浮かしたりしたいところだけ浮かせるっていうのはメリハリつけてやらないと思った通りに水面に絡んでくれないかもしれないですね。